こんにちは、キズナあかりです。本日は、ラジコン飛行機を買って飛ばそう。第2回、翼の位置による特性の違い、というお話をしましょう。さて、ラジコン飛行機に限らず、飛行機には翼の位置によって、大きく分けて、3種類の形式があります。1、高翼機。2、中翼機。3、低翼機。です。違いは見ての通りで、翼がついている位置です。さて、この中で明らかに難易度が高いのが中翼機です。理由はいろいろあるのですが、様々なデメリットを無視して中翼を採用する機体は、通常、アクロバット用の飛行機であるからです。中翼だから難しいというより、難しい機体だから中翼を採用しているからです。なので、本講座では一切の説明を省きます。さて、翼の位置以外にも、上半角という重要な要素があります。上半角とは、このように、翼が先端に向かうに従って、登っていること、または、その角度です。高翼機にも低翼機にも存在します。また、上半角とは逆に、下半角という形状も存在しますが、これは、静音速や超音速で有利な形状なので、ラジコン飛行機で見かけることはないでしょう。さて、ここからが本題です。初心者は高翼機がおすすめ、と聞いたことがありませんか？これ、実はかなりの罠です。高翼機は難しいです。具体的に言うと、ラダーが使えるようにならないと旋回できません。もしも、あなたがラダーを使えない場合、真横まで傾けて、旋回する必要が生じるでしょう。ゆかりさんの講座で何度か出てきた、エルロンで傾けてアップ引くと旋回、ってやつですね。入門機として高翼機を買った未経験者が、一度、上半角付きの低翼機を飛ばすと、二度と高翼機に戻ってこない原因がそれです。実は、上半角付き低翼機は、ある程度機体を傾けると、ラダーを触らなくても、ある程度素直に旋回します。なので、ラダーの操作ができない人にとっては、高翼機より、上半角付き低翼機の方が楽なのです。さて、では、上半角付き高翼機はどうでしょうか？このクラスになると、ラダーだけで旋回できるようになります。ラダーだけで機体の傾きも、うまく制御できるからです。あと、機体の大きさの話ですが、小さい機体は難しいです。クラブのベテラン曰く、幅 1400mm くらいあると楽、とのことです。私も幅 1000mm 以下は、やめた方が無難だと考えます。そして、幅広で分厚い翼の機体が簡単でよく飛びます。それでは、そのあたりを踏まえつつ、通販を見てみましょう。これはホビーキングという、昔流行った通販です。香港で色々あって以来、衰退しました。ここに昔から有名な、初心者向けの機体があります。これですね。ですが、この機体、クラブのベテランが飛ばしたところ、傾けても、上を向くばかりで旋回しないから難しい、とのことです。真横まで傾けるか、ちゃんとラダーを使わないと旋回しないので、未経験者には難しいそうです。あとは、そうですね。あ、これは、あかねさんがよく飛ばしている機体ですね。ラジコンシミュレーターでも、実機シミュレーターでも、何かしらの飛行機を飛ばせる人であれば、このくらいがおすすめです。よく探すと、国内の通販で青色の在庫ありますよ。さて、他にありますでしょうか？これは、昔雑誌で読んだ、初めての機体に、おすすめの形状をしていますね。未経験者は、足を壊すので、最初からない方が良い。プロペラが背中にあるので、頭から地面に突っ込んでも、プロペラやモーターが無事。幅は 1400mm。グライダーのように細長い翼は難しいのですが、この機体は普通の範囲内ですね。実はこの機体、ことのはけのハンガーから箱入りを発掘したのです。なので実際に組み立てて飛ばしてみたいと思います。ちなみに、こんな感じの機体ですが、国内だとラジコンワンという通販にあります。気になる方は確認してもいいでしょう。さて、今日はここまでとしましょう。そろそろ、第1回で購入した飛行機たちが、届くと思います。その組み立てと飛行をお届けする予定ですので、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、キズナあかりが担当させていただきました。じゃ、またね。